おはようございます。たかしです。本日は2月29日木曜日、ただいま9時5分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね、ここのところポンド円もそうですがドル円もほぼほぼ動きなしというところで分かりにくい動きをしているっていうのが現状ですね。現在は高値を一度つけてそこからちょっとポンド円下落気味ではあるんですが、昨日の動きを見ても分かるように下髭を出しているんですね。下落しては買われ、また上昇しては売られみたいなのを繰り返しておりますので、基本は上値が重いんですがかなり底堅い動きをしておりますので、この辺が難しいところですね。昨日もこれほぼほぼローソク足を見ていると行ってこいの動きになってますので、下落したんですがほぼ全戻しみたいな状態になっております。一昨日もそんな感じですよね。今は GMMA の青帯との乖離を解消に動くのかどうかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクス高値圏でデッドクロスしてきてますので、ここから下落してもおかしくない、そういう形ではあるんですが、ただかなり底堅い動きもしてますので、このままここで値固めをすれば上昇していきますし、それかダラダラと下落してくるような動きになってくるかもしれませんが、どちらになるのかっていうのを今は見ておきたいですね。では4時間足です。4時間足はこのオレンジのトレンドラインを昨日わずかに下抜けてはきたんですね。抜けてきたんですがまた結局戻されてますので何とも言いにくいところです。 GMMA の青帯は上向きですので上昇トレンド中なんですが、ここのところ若干高値を切り下げてきておりますし、1時間足単位で見れば昨日の下落っていうのは若干安値も更新してきているんですね。それに加えて昨日の動き、この一昨日もそうですが下がったと思ったら上がっていくというこの難しい動きをしておりますので、今はちょっとトレードが難しいですよね。単純に言えば下がったところから買っていけばいいなんですが、昨日の場合はトレンドラインも下抜けてきてますし、安値更新もしてきてますので結構難しい、そういう相場かなとは考えておりますので、無理にトレードをしていくようなそういう相場じゃないなとは思います。ただ基本的な考え方としてはこの GMMA の青帯ですね、上向きなので上昇トレンド中、つまり下がったところから買っていく押し目買いの方が優位性はあるんですが、昨日はトレンドラインを一度下抜けてますし、もしかすると本日もこのトレンドラインを強く下抜けるようなことがあれば、昨日の安値を下回ることがあれば大きめの下落に入っていくかもしれませんので、その辺に注目ですね。下落してきた場合はまずはこのオレンジの水平線190円くらい、それから188.6ぐらいが意識されてくると思いますので、押し目買いで考えている方はその辺のラインを意識しておくといいと思います。下落方向を考えている方はまずはこのトレンドラインをしっかりと下抜けしてくる。昨日の抜け方ちょっと微妙でしたので、本日このトレンドラインを明確に下抜けてくれば、そこからは先ほど言ったオレンジとか白い水平線を目指しての下落の流れをイメージできそうですので、その辺見ておきたいですね。では1時間足です。1時間足かなり分かりにくいんですね。 GMMA の青帯は横向きですので現在はレンジです。それは昨日の動きを見ても分かりますよね。昨日は直近の安値を若干下回るような動きをして、そして再び上昇していったというすごく分かりにくい動きをしている、つまりレンジなんですね。なので今はこの水色のラインで挟まれたこの間でのレンジと考えておきたいですね。190.3 付近から191円付近の間でのレンジ、そこを抜けた方についていくのがいいと思います。で、下抜けてきた場合は先ほど言ってましたこのオレンジのラインっていうのがまずは意識されますし、その後先ほど白いラインがありましたが結構下の方にありますので、その前にこの赤い水平線 189.8 付近が意識されてくると思いますので、その辺までの下落を見ておきたい。上抜けてきた場合は赤い水平線 191.3 付近までの上昇を見ておけるといいと思います。そして 191.3 付近を上抜けてくればまた日足での高値更新になってきますので、その場合はまた再びそこからの上昇の流れについていけばいいと思いますが、基本は日足週足での高値圏にあるということと、それから日足はストキャスティクスもデッドクロスしてきておりますので、そこはご注意ください。では次はドル円の日足です。こちらはほぼほぼ動いてません。相変わらずという感じですね。ほとんど動いていないので値動きは細かいで、ただその中でじりじりと上昇はしてきてますが、ちょっとマクディ怪しいですので、このまま日足の GMMA との今乖離がありますよね。
ですのでこのままダラダラと下落してくるようなそういう動き方をするかもしれませんし、このまま152円ぐらいを目指してスルスルと上昇していくかもしれませんので、その辺のどちらに動くのかっていうのを今は見ておきたいですね。動きとしてはかなり細かいですので、1時間足でも方向感がありませんので、基本は15分足ぐらいでトレードチャンスを見ておくのがいいのかなっていうのが今のドル円の相場です。では次は4時間足です。4時間足にはオレンジのトレンドラインを引いてまして、その付近から一昨日反発上昇してきました。昨日はそれを引き継いで上昇したんですが、この黄色のボックス上限で上値を抑えられて現在下落中。再びトレンドラインからの反発になるかどうかっていうところを見ておきたいですね。4時間足ストキャスティクスも高値圏にありますので、日足も高値圏ですし、基本は上値が重くなるだろう前提で見ておくのがいいと思います。ただし GMMA の青帯は上向きで上昇トレンド中ですので、今少しずつ安値も切り上げてきてますよね。ですのでこの黄色のボックスを上抜ける可能性は十分にありますし、上抜けてきた場合はここですね、151.4 ぐらいまで上昇していくと思いますので、その場合はその上抜け後の流れに乗っていくのがいいと思います。本日今下落から始まってますので、やはりストキャスティクスのこの過熱感を解消に動いているのかなという感じですね。なのでこのまま下がってきた場合はオレンジのトレンドラインとか GMMA の青帯で再び反発して上昇していけるかどうかというところを見ておきたいですね。では1時間足です。1時間足 GMMA は方向感なく動いてます。上がったり下がったりということを繰り返してます。ただし火曜日からのこの上昇ですね、火水の上昇っていうのはこの GMMA の青帯を上抜けて、そしてそこで昨日はボックスの上限にぶつかって下落してきてます。で現在ちょっとこの GMMA を下抜けるかなっていうような動きをしておりますので、ここを下抜けてくればオレンジのトレンドラインまで、そしてこのオレンジのトレンドラインを明確に下抜ければこのレンジの加減ですね、149.8 付近まで下落すると考えますので、その流れを見ておきたい。ただし基本的には今じりじりと安値は切り上げてきてますので、そう考えるとこのボックス上限を上抜けてくる可能性はありますので、上抜けてくればその流れについていく、そしてトレンドラインを下抜ければボックスの加減までの流れについていくという、そういう考え方でいいと思います。1時間足の GMMA は方向感がありませんが、4時間足の GMMA は上向きですし、もちろん日足も上向き。日足の GMMA との乖離を解消に比較的大きく下落する可能性はありますが、まずは4時間足の GMMA の青帯の下に潜り込むまでは基本的には上昇方向を見ておくのが分かりやすいと思います。そして4時間足の GMMA の青帯がちょうどこのオレンジのトレンドラインに沿って走ってますので、ですのでこのオレンジのトレンドラインを明確に下抜けてくると、そこからは次4時間足の GMMA の青帯の下に潜り込んできますので、そうすると結構下落すると思いますので、その流れは見ておきたいですね。ただ現状ではやはり4時間足の GMMA にサポートされている状態ですので、基本は下がったところは買われやすいと思いますが、今このボックスの中にある間は方向感なく過去もずっと動いてますので、トレードがやりやすいのはおそらくこのボックスを上抜けてから、もしくはトレンドラインを下抜けてからがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。今週末の週末動画は月足の確定により月足分析の動画を投稿します。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。そして今週末の月足動画はぜひ見ていただきたいので、よければ限定動画だけでもご視聴いただけると嬉しいです。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。